お母さんの手は温かいのに、心電図のモニターはピーッと音を立てて、波形の消えた一直線がモニターの上を這っていた。はるか、頑張れ！お父さんがお母さんの顔に手を添えて叫ぶ。でも私は一緒になってお母さんに死なないでと懇願することはできなかった。お母さんはもう楽になっていい。十分頑張ったのだから。看護師さんとお医者さんが病室に入ってきて、脈や息の確認をする。そして厳かに、ご臨終です、と言って頭を下げた。お母さんが死んだ。それは私が中学2年生の秋だった。お母さんが乳がんだと分かったのは私が小学校3年生の時だった。何か胸に硬いしこりがあると言って病院で検査を受けた。ステージ2の乳がんだと診断された。でも乳房の全摘ですべてのがんが取れたとお医者さんは言っていた。その後もお母さんは細心の注意を払った生活をしていた。体に悪いからとファーストフードは絶対に食べなかったし、家にスナック菓子があることもなかった。お水も毒素を排出すると言われている高い水を購入していたし、たくさんのサプリメントも飲んでいた。早寝早起き、定期的な運動、すべては健康のためという生き方だった。それなのに、私が中学に上がった頃に、頭痛が続くようになり、脳への転移が見つかったのだった。お母さんがいなくなってしまった。それはすごく辛いことだった。でも、痛みに耐えるお母さんの苦しみが終わったのだと思えば、少し気持ちが軽くなった。お母さん、あの煙に乗って天国行くのかな？そうだな。でも、母さんには煙よりも、虹色の雲に乗って天国に登ってほしいな。うん、そうだね。お葬式が終わり、家での片付けの日々などが終わると、当たり前のように再び学校に通う日々が始まった。今までと同じようにご飯を食べて、学校に行って、帰ってきたら宿題をして、お風呂に入って寝る。でもそのすべての場所にお母さんがいなかった。一日のうちで何度もお母さんがいないことを痛感して分かりきっていることなのに胸の奥底に鋭いトゲが打ち込まれるように痛んだ。朝食のご飯を盛ろうとして食器棚の中の花柄のお母さんの茶碗が目に入る。学校へ行く、行ってきますの挨拶をしようとお母さんの部屋を覗いて誰もいない空の部屋を見る。宿題の日記を書くときにはいつも心に浮かぶ言葉を最初に書いてすぐに消しゴムを手にする。お母さん、会いたいよ。小春、夕飯ができたぞ。はーい。部屋から出てキッチンに向かうと、仕事帰りに買い物をしてきたのだろう父が、コロッケをお皿に乗せているところだった。いつもスーパーのお惣菜の夕飯でごめんな。全然大丈夫。だけど、もしお父さんが許してくれるなら、私が夕飯を作ってもいいんだよ。小春、料理なんてできるのか？うん。お母さんがいろいろ教えてくれたから、お父さんが好きなシチューも、
お母さんにレシピもらってるから作れるよ。母さんのシチューを？うん。お父さんの胃袋を握った一品だって、お母さんが笑ってたよ。母さんのシチューを食べて、こんなものをずっと食べていけるなら、絶対にこの人を離さないって思ったんだよ。私と父は、笑顔のままほんのちょっと凍りついた空気に口をつぐんだ。お母さんのことはもっと話したい。もっと聞きたい。でもお母さんのことを思い出して笑えるほど、まだ心に負った傷は癒えていないのだ。傷を思い出して覗き込むと、そこには明らかに血が滲んでいる。お父さんはお母さんを大事に抱きしめて守り続けていた。でも病気という避けがたい敵が、お父さんの手からお母さんを奪っていってしまった。高校生になるまでは、揚げ物はしちゃいけないって言われてるの。だからそれ以外なら作れるよ。明日の夕飯から私が作るね。それはすごく楽しみだね。メニューは何？最初だから手慣らしでカレーでいい？いいね。カレーも大好きだよ。きっとシチューが作れる気持ちになるのはもっと時間が経ってからだ。私とお父さんの二人になった生活は時間の経過とともに毎日繰り返されるルーティーンになっていった。私も高校受験を考え始めるようになって、学校帰りに塾に行くようになると、お父さんと一緒に食べる食事の回数も減っていってしまった。お父さん、今度の日曜日は模試があるから。模試か。小春もいよいよ受験真っ只中って感じだな。お父さんは数学は得意だったから、わからなかったら教えてやるぞ。うん。模試の日はお弁当作っていくけど、お父さんのお弁当のお昼も作ってこうか？弁当？いや、大丈夫だよ。実は父さんも日曜日は用事があるんだ。そうなの？お買い物？うん。小春何か欲しいものあるか？買ってくるぞ。何かあるかな？あ、手袋欲しいかも。この頃帰り道に手が冷たくなるから。手袋だな。わかった。買ってくるよ。軍手とかダメだからね。わかってるって。日曜日の模試はあまり出来が良くなかった。時間配分を間違って最後適当に記号だけ埋めた場所もあったし、見直しで計算の答えが合わなくて何度もやり直しているうちに時間が終わってしまった。勉強時間増やして頑張ってるのにどうして結果が出ないんだろう。自分の頭がバカすぎて嫌になる。私はむしゃくしゃした気分のまま家のドアを開けた。ただいま。そう言って家に入った瞬間、私は目に映ったものにドアに半分だけ体を入れて固まった。玄関にお父さんの靴と私の運動靴以外の靴があったのだ。それも女性ものの高いヒールのついた華奢な靴が。小春か？私が帰ってきたことを察知したお父さんが今から顔を覗かせる。私はどんな顔をしたらいいのかわからなかった。この靴は誰の？そう真っ向から問いただしていいのだろうか、それとも。結果的に私はそしらぬ顔で、靴になど気づいていないふりで家の中に足を踏み入れた。ただいま、テストダメだった。そっか、そんな時もあるさ。そうだね。
私はわざとお父さんが何かを言いたそうにしているのを無視した。お父さん、今日は疲れちゃったから、夕飯は出前を取ろうよ。ん？ああ、出前か。その前にちょっと小春に話があるんだけど。ついに来た。私は嫌な顔をしないように注意しながら居間に入った。そこには長い髪を肩に垂らした可愛い女の人がいた。あ、小春ちゃんだよね。はじめまして、めぐみと言います。すごく若いというのが私の第一印象だった。私の年の離れたお姉さんだと言われても納得してしまいそうだった。おとなしそうでふわりとしたワンピースがよく似合う人だった。はじめまして小春です。私は戸惑ったようにお父さんを見上げた。この人は誰？まだお母さんが亡くなって2年にもならないんだよ。それなのに。実は小春、今まで黙っていたんだけど、お父さんは今めぐみさんとお付き合いをしているんだ。言いながらお父さんもめぐみさんも顔を赤くしてもじもじしていた。いい年して中学生の初々しいカップルみたいだと思った。めぐみさんも嫌な感じはしなかった。どちらかといえば仲良くなれるタイプの人だと思う。でもそれはお父さんの恋人でなければだ。お父さんの隣にいていいのはお母さんだ。その思いがまだ揺るがないのに、その場所に立とうとしている人を私は好きになれないと思った。違う。好きになってはいけないと思ったのだ。それはお母さんを裏切る行為になる。これ、小春が欲しいって言っていた手袋。俺だとそれこそ軍手になりそうだったから、めぐみさんに可愛いの選んでもらったぞ。お父さんがきれいな紙袋に入った包みを差し出した。紙袋からして、どこかのブランドのものなのだろうとわかる。過剰包装だと思うプレゼント包装された包みを開くと、真っ白でふわふわの毛のついた、見るからに触り心地の良さそうな手袋が出てきた。かわいいだろう。小春ちゃんの写真を見せてもらった時に、うさぎさんみたいな可愛い子だなって思ったの。だから白い手袋にしたんだけど、どうかな？めぐみさんがこちらを伺うように見ているのがわかった。きっとお父さんもめぐみさんも私に期待しているだろう反応は満面の笑みのありがとうだということはわかっていた。でもそうすることができなかった。かわいいです。でも受け取れない。どうして？ショックそうで、私よりもめぐみさんに気を使っているお父さんの声が私の神経を逆なでした。どうしてって、お父さんにはそんなこともわからないの？別にめぐみさんがいけないんじゃない。いい人そうだなってことはわかる。でも私はめぐみさんを喜んで受け入れることはしちゃいけないの。どうしてかわからない？そんなことしたらお母さんがかわいそうだからよ。お父さんもめぐみさんも顔から血の気が引いているのがわかった。でも私は気持ちを収めることができずに手袋を紙袋の中に突っ込むと部屋から飛び出した。小春。お父さんの声が追いかけてくるのが分かったが、私は全力で外へと駆け出していった。お父さんがお母さん以外の人を好きになって結婚することもあるだろう。お父さんだってこの先ずっと一人で生きていくことは寂しいだろうと思う。でもお母さんは命を病気で奪われただけじゃなくて、
お父さんの最愛の人である立場も、私のお母さんである立場も奪われることになるなんて、かわいそすぎる。私は近所の公園に入っていくと、ブランコに座って溢れてくる涙を拭った。お父さんなんてあんなにお母さんのこと好きだったのに、簡単に忘れちゃえるぐらいだったんだ。大嫌い。お父さんなんて、お父さんなんて。泣きながら恨みを体の中から吐き出していた。でもそうしているうちに自分がひどく子供じみてダダをこねているだけのような気にもなる。感情とは別に理性が喉の奥から這い上がって別の考えを私に教えていた。お父さんはお父さんである前に一人の男性という個人であることを忘れちゃいけない。自分の子供だという立場を権利として振りかざすな。あれ、小春ちゃんかい？私は不意に名前を呼ばれ、泣いていた顔を上げた。あ、倉田のおじさん。どうしてここに？倉田のおじさんはお母さんが入院していた時も何度かお見舞いに来てくれていたお父さんの会社の人だった。確かお父さんとお母さんの結婚の仲人だったと言っていたはずだ。ああ、やっぱり小春ちゃんを傷つけてしまったんだね。すまなかった。今回のことは全部私が原因なんだ。私の前に座り込んだおじさんが私にすまなかったと頭を下げてきた。でも私にはおじさんが何を謝っているのかわからなかった。おじさん、何を謝って？今日お父さんがめぐみを家に連れて行っただろう。小春ちゃんに会わせておきたいって。めぐみは私の娘なんだ。おじさんはこれまでの経緯を私に話して聞かせてくれた。お母さんの病気のことはお父さんからおじさんに何度か相談があったらしい。お母さんの病気のための治療費はかなりの額だったために、おじさんからお金も借りていたようだ。そしておじさんは私のことも気にかけてくれていて、母親を失ったら思春期の難しい時期をどう乗り越えていくのだろうと思っていたようなのだ。そんな折に、倉田のおじさんの娘であるめぐみさんが心を病んで仕事を辞めて実家に戻ってきた。お母さんが亡くなって、おじさんのもとにお父さんが挨拶に行ったとき、お父さんはめぐみさんに初めて会ったのだ。あの時、悟もまだ自分の心の傷が癒えてない時だったのに、めぐみの沈んだ顔に気づいて声をかけてくれて、めぐみも自分の辛い気持ちを初めて悟の前で語って、それがめぐみが回復し始めたきっかけだったんだ。そんなことが私のエゴだったんだ。悟がいればめぐみも救われるし、もしめぐみが悟と一緒になることができたら、小春ちゃんを支えてあげられるかもしれない。そう自分に言い聞かせてしまったんだ。私はおじさんの話に自分の考えの浅はかさを思い知って言葉が出てこなかった。みんな私のことを考えてくれていたんだ。倉田のおじさんは母を亡くした私のことを思いやり、めぐみさんも思春期の難しい時期の娘にあえて会いに来てくれた。お父さんだって今までずっとないがしろにされているなんて感じさせないくらい私との時間を過ごしてくれていた。そんな人たちに私はなんて失礼な態度をとってしまったのだろう。おじさん、私お父さんとめぐみさんにもう一度会ってちゃんと話してみる。ありがとう、小春ちゃん。言いたいことを言って飛び出してきた手前、
家には帰りづらかった。でも、家の前にすでにお父さんとめぐみさんが私を待って立っていた。ごめんなさい。何の話も聞かずに決めつけて、ひどいこと言ったよね。小春ちゃんは悪くないわ。私が急に現れたらそれは怒るよね。私でも同じ立場だったら、怒ってお父さんを嫌いになってしまうもの。でも、小春ちゃんはお父さんのこと嫌いにならないで。私のことは嫌いでもいいから。私は誰のことも嫌いになりたくない。めぐみさんのことはお母さんとは呼べないかもしれないけれど、まずはお友達になってください。私がそう言うと、めぐみさんは涙目でお父さんに笑いかけていた。本当に親子なのね。二人して私に同じこと言うんだもの。お父さんにどういうことという視線を送る。するとお父さんも困った顔で笑った。俺がめぐみさんにお付き合いしてほしいって言われた時に言ったんだ。彼女にはできないかもしれないけれど、まずはお友達になってくださいって。私たち三人は顔を見合わせると笑い合った。人と人がどんな関係を築いていくかなんてすぐにはわからない。でも新しい関係が始まるチャンスはあるはずだ。私はお母さんのいるだろう空を見上げた。お母さん、私はずっとお母さんのことを忘れないよ。だから新しいお友達とだんだん親しくなって、いつか家族になっても許してくれるよね。空で光り始めていた星が一つ強く光を放った気がした。